皆さん、大変です。今日で2023年が終わってしまいます。明日から2024年です。というわけで今回は今年の1年間を締めくくるべく、僕が2023年に買ってよかったと思ったアイテムを10個ご紹介します。2023年本当に買ってよかったガジェットもの第10位、ロジクール M575S。 こちらはトラックボールマウスと呼ばれるアイテムです。トラックボールマウスとは本体にこんな感じのボールが搭載されていて、ここを指でくるくると転がしてあげることによって PC 上のマウスカーソルを操作することができるというアイテムです。トラックボールマウスを使用すると様々なメリットを享受することができるのですが、僕が思うトラックボールマウスの最大のメリットは本体を一切動かさなくて良い。通常のマウスの場合、 PC 上のマウスカーソルを動かすためには右手で本体を握りしめ、手首などを動かして本体を前後左右にスライドさせてあげる必要があります。しかしながら物理的に本体を動かす必要があるため、当然マウスを動かすためのスペースというものを確保してあげなければ PC 操作をすることはできません。例えばデスクの上で何か作業をしている関係でスペースがめちゃめちゃ狭い時なんかは、もはやマウスを振り回すスペースが存在していないため PC 操作ができなくなってしまうわけです。そんな時に登場するのがこちらの M575S。 こちらはトラックボールマウスですから PC 操作をする際には本体を動かす必要は一切ありません。マウス本体を置くスペースさえ確保することができれば、あとは手を乗っけてボールをくるくるやるだけで OK。 よっていつどんな場面でも不自由なく PC 操作ができるようになるのです。個人的には PC でお絵描きをする際にものすごく重宝しています。僕が PC で絵を描く際には液タブというアイテムをデスクの手前ギリギリまで持ってくることになるため、もはや通常のマウスを動かすスペースがありません。そんな時に液タブの右側にさっと添えてあげるだけで快適にマウス操作が行えるようになるので、とても感謝しています。ありがとう。2023年本当に買ってよかったガジェットもの第9位、レーザーデスストーカー V2 Pro 10キーレス。こちらはメカニカルキーボードです。ただし当然普通のキーボードではありません。なんといってもこちらはロープロファイルでワイヤレスなメカニカルキーボード。まずロープロファイルキーボードとは何かというと、薄っぺらいキーボード。通常メカニカルキーボードにはまるでサイコロのようなメカニカルスイッチというものが搭載されています。よってメカニカルキーボード本体は比較的厚みのある形状をしているわけなんですが、ロープロファイルキーボードというものにはこんな感じの薄いメカニカルスイッチが搭載されているので、本体も横から見てみるとこんな感じで、ほらめちゃんこ薄くなるのです。いや、本体が薄いから何なのと思った方もいるかもしれませんが、本体が薄いというのはものすごく大きなメリットになります。もちろん薄型だからいろんな隙間に収納しておけるというのもありますが、何よりも嬉しいのがそのまま使っても自然な手首の角度で文字入力ができる。先ほど見たように通常のメカニカルキーボードであれば本体が比較的分厚い関係でキーを入力しようと思って手首を添えてあげると、かなり手首を上にクイッと上げるような姿勢を取らざるを得ません。しかしながらこれでは手首に余計な力が入っているので、長時間の文字入力をしていると徐々に疲れや痛みというのが出てきてしまいます。なので多くの場合こんな感じのリストレストというアイテムを添えて手首とキーボードの高さを揃えて文字入力をすることになるわけです。しかしながらロープロファイルキーボードの場合、そもそも本体が激薄なので手首を添えてあげるとほぼ手首がまっすぐな状態を保ったままでキーに指を置くことができるのです。よってリストレストなどというアイテムをいちいち添えてあげなくとも快適に文字入力が行えてしまうわけです。特にこちらのデスストーカー V2 Pro 10キーレスに関してはワイヤレスのキーボードなので PC に USB レシーバーを挿しておけば、あとはサクッと取り出してあげるだけでいつでも快適な姿勢で文字入力を行うことができるので、ものすごく便利。2023年本当に買ってよかったガジェットもの第8位、エルガト Stream Deck Plus。 こちらは簡単に言うとディスプレイのついたマクロキーボード。本体にはこんな感じでいくつかのボタンがついており、このボタンのそれぞれに好きなショートカットを割り当てることができます。例えばこのボタンに Windows プラス Shift プラス S を割り当てておけば、ここを1回押すだけで瞬時にスクリーンショットを発動することができますし、このボタンに YouTube を開くという機能を割り当てておけば、ここを押すだけで PC
PC 上で YouTube のホーム画面を開いてくれるわけです。しかも、それぞれのボタンにはディスプレイが搭載されているので、それぞれのボタンに一体何を割り当てたのか一目瞭然になります。これだけでも十分に便利なアイテムなのですが、こちらの Stream Deck Plus にはさらに4つのつまみがついているので、回す動作も行うことができます。この回す動作、特に便利なのが PC の音量調整。例えば、このつまみに全体ボリュームという機能を割り当てておけば、ここを右に回せば音を大きく、左に回せば音を小さくすることができるので、大変直感的に PC の音量を上げ下げすることができるようになります。さらには、このつまみ、全体ボリュームのみならず、各アプリケーションの音量調整なんていう機能も割り当てることができちゃうので、例えばゲームをしながら YouTube を垂れ流しているような場面で、なんか動画の音でかいなぁと思ったら、ブラウザの音量調整を割り当てているつまみを左に回せば YouTube の音量だけを小さくすることができますし、誰かと通話をしている場面で相手の声聞こえないなぁと思ったら Discord の音量調整を割り当てているつまみを操作して相手の声だけをボリュームアップすることができるという感じで、これまでなら一旦裏画面に戻って調整しなければならなかったものが手元のアイテム一つで即行えるようになったので超嬉しい。1台置いておくだけで PC 操作が圧倒的に速くなるので、全人類の PC デスクの上に設置してほしいアイテムです。2023年本当に買ってよかったガジェットもの第7位、ユニバーサルオーディオボルト176。こちらはオーディオインターフェースと呼ばれるもので PC とマイクを接続するためのアイテムです。僕の場合動画の撮影などで音声を収録する際には手話 SM7B というマイクを使用しているので PC で音量を調整するためにはこのオーディオインターフェースというものを使用しなければなりません。当然オーディオインターフェースというアイテムは世の中に星の数ほどありますし、僕自身もいくつかいろいろなオーディオインターフェースというものを使用してきたのですが、こちらのボルト176には他ではありえないようなものすごく大きな特徴があります。それは本体にコンプレッサーが搭載されている。コンプレッサーとはものすごく簡単に言うと、音が小さすぎる部分を大きくして音が大きすぎる部分を小さくしてくれるというものです。簡単な話、99% 音割れしなくなります。例えば原因はそのままで、突然これくらいのでかい声を出しても音割れすることがなくなります。よって動画を撮影するときや編集をするときに原因を調整するとかエフェクトをかけるとか、そんな難しいことを一切せずとも、ただ本体についているこのボタンを押すだけでいい感じの声を収録することができるのです。便利すぎる。さらにはこちらのボルト176、本体のビジュアルがおおよそオーディオインターフェースとは思えないほどにおしゃれな感じになっているので、デスクの上に置くだけでも満足度が跳ね上がりますね。2023年本当に買ってよかったガジェットもの第6位、アンカーサウンドコアスリープ A10。こちらはネホンと呼ばれるアイテムです。ネホンとはその名の通り寝っ転がりながら使用できるイヤホン。通常のイヤホンの場合装着したまま横になったり耳を枕に押し付けたりすると本体が出っ張っているのでシンプルに痛い。こんなの寝られたもんではありません。しかしながらネホンと呼ばれるイヤホンはこんな感じで本体が指先程度のサイズしかありません。なので装着すると耳の中にすっぽりと収まってくれますし、イヤホン本体も柔らかいゴムのような素材で包まれているのでイヤホンを装着しながら寝っ転がっても全く痛くないのです。さらにはこちらのサウンドコアスリープ A10、 世にも珍しいワイヤレスネホン。よってもはやケーブルが引っかかったり鬱陶しかったり、あるいはケーブルがガサガサして音が聞こえなかったりということが完全に消滅するのでものすごく快適です。おかげで僕は毎晩こちらのサウンドコアスリープ A10 で音声作品を聞いて安眠することができています。ちなみに本体が小さすぎる関係で寝ている間にイヤホンが耳から外れてしまうと次の日の朝は高確率でイヤホン大捜索祭りが始まってしまうというのが唯一の難点ですかね。2023年本当に買ってよかったガジェットもの第5位、エルガトウェーブマイクアームハイライズ。こちらはマイクアームです。こんな感じでマイクを取り付けて使用します。エルガトのマイクアームといえばロープロファイルのものがすごく有名なんですが、上から通すタイプのマイクアームもものすごく使いやすい。なんといってもこちらのマイクアーム高さがある。こんな感じで上から通すタイプのマイクアームというものは世の中に数多くありますが、それらと比較しても1枚上手のような高さがあります。
ます。というのも、こちらのマイクアームには本体に加えてこんな感じの延長4ポールみたいなパーツも備わっているため、かなり高い位置からマイクを下ろしてくることが可能です。よって、モニター裏に取り付けたとしても、楽々とモニター上を飛び越えて口元までマイクを近づけて使用することができます。さらには、こちらのウェーブマイクアームハイライズ、おおよそマイクアームとは思えないほどに動きが滑らか。まるでエルゴトロのモニターアームを使用しているかのようにマイクの位置を上下左右に動かすことができます。また、マイクの先端はいわゆる自由雲台みたいな仕組みになっており、ボール状の関節をあらゆる角度に動かしてマイクの向きを調整することができるというのもすごく使いやすい。なお、上から通すタイプのマイクアームの場合、マイクを使用しない時にはモニター裏にマイクごと避けておくことができるので、デスクの上も大変スッキリしていい感じです。2023年本当に買ってよかったガジェットもの第4位、ゼンハイザーモメンタム3ワイヤレス。こちらはワイヤレスヘッドホンです。さすがゼンハイザーのモメンタムシリーズ、音質に関しては正直びっくりするほどいいです。低音は力強く、高音は細部まで誰が聴いても満足できそうなすごくバランスのいい音。これまでに使ってきた Bluetooth ヘッドホンの中では一番いい音と断言できるくらいには満足度が高い音を出力してくれます。そしてもちろん音質で選んでも後悔しないようなアイテムなんですが、使い心地も大変グッド。例えばこちらのヘッドホンは折りたたみ式になっているのですが、本体をパカッと開くと電源オン、パカッと閉じると電源オフという感じで、折りたたみの動作が電源ボタンの代わりのようになっているので、ボタンに一切触れることなく使用することができます。よって、よーしヘッドホンするぞと思ってヘッドホンに手を伸ばしてパカッと開いて頭に装着する頃にはすでに PC との接続が完了していて、すぐに音を再生することができるという圧倒的シームレス体験を得ることが可能です。ちなみに僕がこちらのモメンタム3ワイヤレスを購入するに至った最大の決め手は、aptX LLに対応している。aptX LL とは Bluetooth イヤホンやヘッドホンの接続方式の一つみたいなもので、同じく aptX LL に対応しているトランスミッターというアイテムとセットで使用すると、まるで有線のヘッドホンを使用しているかのような超低遅延 Bluetooth 接続を行うことができるのです。よってワイヤレスヘッドホンでも一切の音ずれを感じることなく、動画編集やゲームなどあらゆる場面で使用できるようになります。音もいいのに遅延もない、そんなヘッドホンを手にしてしまったので、もはやこれまでに持っていた他のヘッドホンたちを一切使用することがなくなってしまいました。罪深い。2023年本当に買ってよかったガジェットもの第3位、オーダーメイドヒノキデスク天板。こちらは天板、要するにデスクの足の上に乗っかっている板状の部分のことです。ちなみにこのヒノキの板を注文したのはマルトクショップというところです。そもそもオーダーメイド天板とは一体何なのか、簡単に言うなら木材に対して大きさや加工方法、表面の仕上げ等全てを指定して注文することができる木の板のことです。つまり僕は数万円をはたいて木の板を買ったということなんですね。なぜ僕がオーダーメイドヒノキ天板なるものを購入したのかというと、まず一つがこれまでに使用していた天板である IKEA ラグカプテンというやつがそろそろボロボロになってきたので変えたかったというもの。そして一番大きかったのはヒノキの板が欲しいと強く思ったから。なぜかはわかりませんが、僕はやたら木の素材とか木目みたいなものにすごく心を惹かれるタイプの人間で、特にヒノキという木材には憧れすら抱いていました。ただ木でできた天板だけ、ましてやヒノキでできた天板というものはものすごく少なく、しかも PC デスクとして使用できそうなちょうどいいサイズ感のものはまあ見当たらない。こりゃオーダーメイドするしかないかということで、重い腰を上げてヒノキのオーダーメイドデスク天板を注文するに至りました。ただここはさすがのオーダーメイド、注文してから届くまでに1ヶ月以上かかるので、購入したこと自体を忘れてしまうという難点はありますが、実際に使用してみるとこういうデスクが欲しかったんだよのオンパレードでした。例えばこちらの天板サイズは幅 160cm× 奥行き 80cm であり、横に2枚モニターを並べてもゆとりがあるだけでなく、上下に2枚モニターを並べたとしてもキーボードマウスを使用するスペースが決して窮屈にならないようなちょうどいい大きさ。さらにはデスクの手前側の面には C 面と呼ばれるものに加工してもらっているので、まるでデスクの板を斜めにカットしたようなビジュアルになっています。このような形状にすること
ことで、例えば書き物をしたり、キーボード入力をしたり、あるいはお絵描きをするような場面で、腕をデスクの上に乗っけても、デスクの角が刺さって痛かったり、腕に跡がついてしまったり、ということがなくなります。めちゃめちゃいいデスク。まあ、僕が注文したんですけどね。ということで、まさに自分が求める理想のデスクを完成させられるという意味で、オーダーメイド天板、ものすごくいい。ちなみに、こちらのオーダーメイドヒノキデスク天板の気になるお値段は7510円。職人さん、ありがとう。2023年本当に買ってよかったガジェットもの第2位 XP ペンアーティスト24。こちらは液タブと呼ばれるもので、専用のペンを使用することで直接 PC のディスプレイに書き込むようにして操作をすることができるというアイテムです。シンプルに言えば PC で絵を描くためのアイテムなのですが、僕の2023年はこの液タブなしでは語れないというくらいに1年間大変お世話になった、そんなアイテムです。もしかしたらご存知の方もいるかもしれませんが、僕の2023年はお絵描きに大変お熱な年でありました。そもそも僕が液タブというアイテムに興味を持ったのは2022年のことで、その当時は全くもって絵なんて描いたこともないし、描けるとも思えないような人間だったのですが、なんとなく液タブがあるデスクってかっこいいよなぁと思い始めていました。そうは言っても液タブというアイテムは、もしも絵を描かなければ絶対に持て余してしまうので、買うかどうか悩みに悩んでいたのですが、ある日ふと思ったわけです。絵を描けばいいじゃないか。そんなわけで液タブを購入してから狂ったように毎日ペンを握って何かしらを描くようになり、気づけばチャンネルのアイコンを変え、ライブ配信のサムネイルに使い、メンバーシップ用のバッジまで描くようになってしまいました。もしもあの時液タブを購入していなかったら、絶対に辿ることのなかった道だなぁと今改めて感じています。こんな思い出話はさておいて、こちらの XP ペンアーティスト24のお話をすると、こちらは24インチというクソデカサイズの液タブになっており、広々した画面にのびのびとイラストソフトを起動することができます。これだけ特大サイズでありながらも、有名液タブメーカーワコムのだいたい同じくらいのサイズの液タブと比較すると、半分にも満たない価格で購入できてしまうので、めちゃめちゃお得。ただ安い分、いわゆる示唆というものがすごく大きく現れます。示唆というのは、ペンをディスプレイに触れさせた時に、ペン先とディスプレイの間になんだか隙間のようなものが発生してしまうという現象です。とはいえ、示唆があって絵が描けなかったということは別にないですし、仮に僕がワコムの20万円くらいの液タブを使用したとして、より上手な絵が描けるようになるとも到底思えないので、使い心地には大変満足です。2023年本当に買ってよかったガジェットもの第1位コルネチェリー V3。 堂々の第1位に輝いたのはこちらのキーボード。このコルネチェリー V3 との出会いが、僕という人間を完全にキーボード沼ズブズブへ叩き落としてしまった、ある意味運命的な瞬間でした。こちらのキーボードの最大の特徴は分割型。通常キーボードというものは長方形の1枚の板のような形状をしたアイテムなのですが、こちらのコルネチェリー V3 はまるでキーボードを真ん中でスパッとカットしてしまったかのような形状をしています。ただこの形状のおかげで、僕がこれまでに PC 操作をする中で感じていた肩こりや手首の痛みというものがゼロになってしまいました。まず分割型キーボードの場合、左手用のキーボードと右手用のキーボードの2つに分かれているため、タイピングをする際にこんな感じで肩を開いたような姿勢を取ることができ、肩に余計な力を加えることなくリラックスした状態のままキーボード入力を行うことができます。さらには分割型キーボードの場合、センティングという試みを行うことができます。センティングとは簡単に言えば、キーボードでまるでテントのようなお山を描いてみようというお話です。キーボード本体にこんな感じでうまいことカメラの三脚を取り付けると、キーボード本体にものすごい傾斜をつけることができます。するとキーボード入力をする際に、手のひらを地面に対して平行ではなく、むしろ垂直に近い姿勢を取ることができるため、手首の力を極限まで抜いてタイピングを行うことができるのです。つまり分割型キーボードを使うことで、これまでキーボード入力で感じていた疲れや痛みというものを極限まで減らすことができてしまうわけです。実際このキーボードを入手するまで、僕は度重なる動画編集や原稿作成などにより1時間くらい作業をしていると、左手首がだんだん痛くなってくるという腱鞘炎気味な状況になっていたんですが、こちらのコルネチェリー V3 を導入してからは、まず手首が痛くなるような瞬間はなくなりましたね。2023年の僕は1本の動画時間が2倍くらい伸びてしまっているので、編集作業をしている時間も長いし、さらには PC でお絵描きをするようになったので、その際に左
左手でキーボードを操作している時間というのも発生していて、2022年の自分よりも圧倒的にキーボードに触っている時間は長くなっているはずなので、間違いなくこちらのキーボードの効果は絶大です。その代わり僕はキーボード沼ズブズブというカルマを背負ってしまったのはもはや言うまでもありませんね。というわけで今回は僕が2023年の中で本当に買ってよかったと思ったアイテムたちを10個ご紹介してまいりました。よかったらこの動画を見ているそこのあなたも2023年に買ってよかったなというものがあればぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。そして2023年もたくさん動画を見てくださり本当にありがとうございました。2024年も変わらずに、いや今まで以上に物欲に支配されながら動画を投稿していきたいと思っておりますので、来年も引き続き動画を見ていただけると嬉しいです。あとは動画の高評価とか旧 TwitterX のフォローとかいろいろよろしくお願いいたします。それではまた2024年の動画でお会いしましょう。良いお年を。